こは津南のグランドキャニオンらしいんですけど、後ろ誰もいないんです。ほんまやな。その通り。俺らの車だけ。ジオパークっていう名前で、整備はされてるみたいね。そうだね。ね。なんかものすごい絶景らしいから、期待してるんですよ。見に行こう。これ柱状設備って何なん？なんか溶岩が固まった形なんですけど、なんか溶岩ってドローって大きい面で熱くなるじゃない。それが一斉に固まり始めるんだけど、固まる時に点と点っていうか、もうそれぞれが一つの中心に向かって一気に固まり始めるらしいの。でそれがお互いにさ引っ張り合うことでなるらしいと。なんかでこの石落としっていう名前なんだけど、その柱状節理が時々崩れるんだって。で崩れて音がするから。ああ、そういうことね。そう。それを石落としって言ってるんや。うわ、すごい。ここすごいやん。すごい。これえぐい。やばない、ほら。すごい。やば。すごいぞ。書いてんねんけど看板に。330メートルやって川底から。すごいな。えげつないね。なるほど。だからもう東京タワーとほぼ同じ高さなんや、この岸壁が。そうだね。それで対岸は標高は685メートルなんだよ。だから要は川底がすでに355メートルの高さやから、合計すると655メートル。すごいね。大迫力や。こんな場所が日本にあんねんなって何回も言ってる気がする、新潟で。本当だね。でかすぎて、これうまく表現できるやろうか、動画でね。そうだね。なんか俺たちまだ下手くそだから、上手い人の動画を見ていただくか。そうやな。あと俺たちが撮った動画からの印象の多分なんか60倍ぐらいって思っていた。なんかごめんね、頑張っては見るけど。そうやね、頑張るけどな。でもほんますごいのよ。だってさ、あれさっきも言ったけど、東京タワーと同じ高さやんで。でさ、横幅があるからさ、実際は東京タワーよりも高くというかでかく感じる。スーパーでかいな。横にもうめちゃめちゃ長大やから。そう。何キロもある感じや、あれ。なあ。で川も見えて、もうなんて言うんだろうね。新潟のグランドキャニオンっていうのは大げさじゃないかもしれない。大げさじゃないね、全くね。全くの大げさじゃないと思った。世界を感じる。日本にこんなレベルのがあるんや。そこよ。なんかこれもっと誇っていいと思うよ。そうやな。ほんでゴールデンウィーク中やのになんでこんな人けえへんの、ここに。そう、なんかここさ、これ見に行こうよ。俺正直言うと今回の旅の中ではかなりの上位スポットなんだけど。すごいぞ。っていうか結構群を抜いた上位スポットなんだけど。いやでもこれ、人けえへんのがいいんかもしれへんな。まあそうだね。これいいよ。実際はあれだね、入り口からすぐ近くの一瞬展望台って思うところがあるんだよね。そうやな。そこはね、杭も打ってあってロープも張ってあってね。そう。こっから見るんやって敵で思うよ。思う。でそこで満足して帰っちゃおうと思えば帰っちゃいれるんだけど、それちょっとトラップでもう一歩奥まで行くとダーンって開けるんで。すごい。俺らも一瞬諦めかけて、だけどさ、ちょっと手前のなんか藪とか木とかが邪魔やな、もっと綺麗なとこないかなって奥行ったら、しかも奥行く時に下るから諦めんのよ。あ、これ下ってるな。そうそう。ちなみに今いるところ、ここがこれがあるところが
偽物の方のそうやね。展望台。そうやね。ほんでちょっと下ったとこにこれ下りやからもっとええとこはないやろなって思ってたらバーンって広がるから、そこまで行ったらやね。だから鎖があるところで騙されてはいけません。そうやね。さらに奥にすごいのがありました。はい。さあ皆さん、はい、ティラノサウルスが生きているということをご存知ですか？このね、右側の壁がジュラシックパークにありそうよねっていうところですね。この中には T レックスが飼われていて、今も実験が行われています。ここを乗り越えてきた場合、この高圧の電気が流れた鉄柵で基本的にはやられるようになっているんですね。もう開いてるぞ。これは大変。街に T レックスが逃げ出した。大変だ。今物語が始まる。うざ始まるやん。そうだよ。ジュラシックパーク4ぐらいが今じゃーんじゃじゃじゃーんじゃじゃじゃ、これもうジュラシックパークやん。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。宝屋さん。宝屋さん、大名カツ丼っていうのが有名みたいでね。これ知らんと入ったけどね。そうだね。たまたまもう限界を迎えて検索して入ったらめちゃくちゃうまかったね。そう、めちゃめちゃ人多くてさ。検索してないよ。たまたま前通っただけ。あ、そうか。こうやってさ、あれだ。なんか中の雰囲気もさ。すごいなんか家庭的な。そうやな。そう感じ。食堂って感じ。食堂。でもみんなちょっと特徴的だなと思ったのが、お食事されてる皆さんが超静か。あ、ほんまやな。確かにそうや。誰も喋ってない。そうやな。黙々と大好きだ。そう。それで家族とかで来てんだよ。でも喋らずにみんな食べるの。ね。あれはちょっともしかして新潟流の食べ方なのかもしれない。新潟流だから。そう。あのお店流の可能性もあるけど。あ、そうだね。すごいなんか独特の空気で。でも味がすごい美味しかった。甘いタレだったね。甘かった。でも肉の旨味もしっかり感じれたね。そうだね。また行けたら行きたいね。おい。今車走らせてきたんですけど、えげつない。もうすごない？すごいの見つけたね。これ今秋山郷っていうところ走ってるんですよ。なんかね、判然としないよね。どこが秋山郷なのかって。まあでもこの辺りっていうところを走ってたら途中で見てたんやけど、すごい滝。すごいナイアガラの滝みたいな。めっちゃ綺麗。橋出てきた。猿飛び橋。これなんや。これが猿飛び橋。へえ。こっち行くと屏風岩っていうのがあるらしい。柱状節理。あ、行ってみよう。柱状節理って書いてある。屏風岩行ってみよう。猿飛び橋を渡り。うわ、やっばこの道。坂がない。気をつけてね。こっち側を走った方がいいね。これ国道ですね。国道ですね。僕、国道通ってみたかったんです。あれだよね。酷な国道だよね。そう、広いっていう方のね、国道ね。俺、いつか国道の動画撮ろうと思ってたんです。今日撮れてんじゃん。やばい、ここ。すごいよ。俺のドライビングテクが光る。ほんとだよ。調子乗って落ちるよ。いや、この落ちんね。これはすごい。おお。
小高に近い体感ないこと覚えてて。道があった。これなんか違くねえか。細なくなった。確かに。これさ、でもさ、ちょっと待って、私有地だったりしない？絶対違うよ、ほら。違う。間違えちゃってる。ほらね。道がわからん。新潟怖い。新潟さ、どこに何があるかをさ、途中まで言っていきなりなんかぶん投げんだよ。こっち駐車設理って言って分岐あんのに。そう何も言ってくれへん。そうよ、だいぶよ。でもさっきの分岐さ、まっすぐ行ったらフェンションみたいな、あれ道が続いてんのかな。ああ、なんか今回動画がやたらなんか迷子なんだよね。ほらほら、違う。道ないよ。じゃあ中上設理諦めよう。もしかしてみんなあそこに車止めて山登ってくんじゃない？そういうこと？なんかこの秋山郷は道の駅でさ見つけてきたじゃんね、スポットマップみたいなのがあってね。そう、あんまりおすすめではないですね。そうな。だからこのスポットに行けみたいなノリでマップには書いてるけど、スポットに行けではなくて、この辺ドライブしたら景色いいよぐらいの感覚。ああ、それだったら全然正解だね。が正解。どっかにめがけて行ってごらん、すごいからではない。そうだね。まんべんなく綺麗っていう感じ。で、癒しはされる。すごいもん、そこの川とかさ。これどうやって編集しよう。左側見てる。また見つけた絶景。すごいよこの絶景、ほら。新潟ってさ、自分らで見つける楽しさな感じがするわ。そうだね。なんか普通の道を走ってると突然現れるの、こういう景色が。とんでもないのが現れる。これだってさ、遠くに見えるこの雪の山の残雪感とかすごい素敵だよね。完全に海外。なんやろうね。スケールがでかい。でかい。日本にしてはというかさ。本当だね、海外みたいな、なんかスイスみたいじゃない？そう。雰囲気がね。そんなんあるんやね、日本にね。いや、感動しますね、これね。